村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん。よすけじゃねえか。スパイアのバサラカっちゅう新しいレギュラー番組が始まったっちゃけど、なんかうまくいかんったまあそれはね、まあだからこう経験値お兄ちゃんにね、なんかこう勢いをつけてほしいけん、なんかこうね掛け声かなんかあれば教えてほしいっちゃけど、まあいいやろうなんか俺ただ母音しか言えねえんだよ、掛け声の時。知ってる。まあだから読み取ってくれや。オッケーそんなこと知ってるよ、もう知ってるよな。やってやるよ。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。円音あえおう、円音あえおう。陽介さん、まもなくです。番組始まるじゃねえか3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。これ分かったよ。テンション上げてくぜーバサラカ。スパイエアバサラカ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアバサラカスパイアのバサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。はい。ボインボイン兄ちゃん、俺自信あったけどね、なんで自信が持ってたんだろういや惜しかったよ、惜しかったの円音あえおうテンション上げてくぜーって言ったよねうとどこから来たいや多分スタッフも含めて全員がそういけたって思ったけど最後のテンション上げてくぜーってなった瞬間にってなったよ多分まあでも惜しかったね。惜しかったね。惜しかった。いやよかったね。今までで一番こう今まで近かったもん、近かった今までが外しすぎて、よかったですね。はい、ということで、ラジオネームねこっちさん、はい、ありがとうございます。健太さん、よすけくん、こんばんは。毎週楽しくラジオを聞いてます。この前健太さんのインスタライブを見てるときにやばかった出来事的な話をしてて、そんなアホなそんなことあるとか、それはやばと思ってたんですが、よく考えたら自分にもありました。あると思う。6年生の時、芝生広場が学校の校庭にあったんですが、逆立ちしてブリッジしようと思ったら、そのまま垂直の状態で後ろに倒れ、背中を強打して10分程度動けませんでした。友達が覗き込んで大丈夫〇〇ちゃんって何回も言ってくれて、芝生広場で遊んでた子たちも声をかけてくれて、でも私は聞こえるけど喋ることが全くできなくて、これやばい、私死んじゃうのかな、このまま動けなくなるのか、どうしよう、てか誰か先生呼んできてくれないのかよと考えてました確かに。そう、休み時間のことだったらしいですね。これ、終わる頃のチャイムが鳴って、やば、授業始まるって時にはようやく動けるようになりました。よかったよかった。その後何ともなくて、健太さんと同じく母親に話したら叱られると思って、ずっとそのことを話さず黙ってたんですが、高校生の時にレントゲンを取る機会があり、取ってもらったら背骨が1本横にずれてましたきっと重大だよ。きっと出来事が原因だと思いますとりあえず私も生きててよかったですそして未だに母親には出来事は話せてないままでいますいや、あるよね、ある。いや、これね、元を正せば僕がね、高所から、すっげえざっくり話すと、高所から後頭部から落ちたことがあるんですよ小学校の頃にで、家に帰ってすごい大泣きして帰ったらしいんですけど、母親の話によると、ただ僕その日一日の記憶がボンと飛んでるんですよ。だから次の日学校に行ったら友達と一日ずれてるんですよ、感覚が。みんな次の日のことを喋ってるから、っていうことがあって、
ただそれを母親に大人になってから話をしたら、その母親看護師だから、脳出血とかしてると記憶が飛んだりとか、そういう外傷性の出血でそういうことが起こるんだって、脳みその中で。あんた多分それだったからなんで言わなかったのってすげえ叱られたんですよっていう話をしたんですね。そうインスタライブで。で、きっとみんなにもそういう経験は絶対あるから、少なからずなんかバサラカに送ってみてっていうので送ってきてくれた。多分あるよね、だから耐えれちゃったこととかね。そう言ったら言ったで心配されて、またなんか病院行けのあだこうど言われるかもしれないから言わんとこう、でも言わんやったら言わんやったでってなるやつね。やっぱただこういうのは多分ね、背骨がずれてたのは多分ね、背骨このぐらいじゃずれないと思うんでいやでもまた違うとは思うんですけど、いや分かんないね。でもそれはね、逆立ちしてブリッジしよう。だからそのままあれでしょ、倒立した状態でドンと押したことでしょ。でもその下のそうだね、確かに。なんで芝生広場か。石とかあったらね、それずれる可能性もあるもんね、当たりどころ悪かったら。いやでもこれ良かったっすね、マジで。いや本当だよ、大事がなくてね。だって背中結構やばいでしょ。やばい、大事な神経いっぱいあるでしょ。そう、俺も昔柔道やってたけど、これ良くなってた投げられて、背骨一本ずれてた。違うそこじゃない息できなくなったやつね。そっち。いやでも俺一個あるわ。なんすか。干潮されて、呼吸できなくなった時。分かる、俺もある。でもみけにやられたさでその友達、俺がやった後にやり返されたから自業自得なんだけど、さすがに俺がやばそうな顔色になった瞬間に友達が仕返しやしみたいなでもちょっとやりすぎちゃったかもみたいなそれだけ記憶はある。そうね、てめえと思って、でやっぱ力抜いてる時に肛門に指を突っ込まれると結構いくんですよ。あれ危ないらしいね。危ない、めっちゃ危ない。直腸の方に行くから危ないです。皆さん干潮気をつけてください。絶対ダメです。絶対ダメということで番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka @fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。お願いします。番組実況も大歓迎です、X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください、それではスパイアのバサラカバナと深夜1時半までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイエアで Feel So Good でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは、皆さんの周りにいる友達が言っていたことを送っていただくコーナーです。僕たちは紳士なので、決していやそれお前の話やろなんて言いません。だって友達の話でしょ。友達の話だから、でなので、ぜひ友達が言っていたことを、教えてください。なるほど。ということでコーナー1週目なので、今日は僕たちから、僕たちのね友達のね、話を紹介していこうかなと。なるほど。もうちゃんと友達には許可取ったんで僕は。俺もねそういう関係は大丈夫。あくまでもね、友達の話ですからね。友達の話だから。わかりました。申し訳ないですけど、友達の話なので、そこはねご了承くださいませ。ということで、じゃあ陽介さんから言います。まあ俺のね、昔からのアルゼンチンにいる友達がいるんだよ。ワールドワイドだね。そう、そいつからね、いつかな、高校2年生ぐらいの時に聞いた話が1個あって、アルゼンチンって教室の椅子がすごい硬いらしい。だから日本と近いじゃん、木の木のやつね。そうそう。まあそのアルゼンチンの友達の学校だけかもしれないけど、分かんないけど、まあ大体小学生その辺は木の硬い椅子じゃないですか。だから高校2年生になって結構忙しかったらしいの、勉強とかが。ちょうど多分部活とかも重なってる時期で、高校2年生ってさ、そのアルゼンチンの友達は受験する予定だったの。だからで全然勉強ね、1年生の丸々で2年生の前半2学期ぐらいまでは本当に何も手つけてなかったの。結構だから下から数えた方がいいレベル。なるほど。あんまりこう勉強ができなかったね、学校のね、学年で。でもちょっとこう気の迷いが生じたのかもしれないんだけど、
まあ、ちょっと悪さしちゃって、はいはいはい、ね、先生にいろいろ怒られたわけですよ、はいはい、であなた進路ちゃんと考えなさいと、うんうん、でそっから大学に行こうと勉強し始めるわけですよ、はいはいはい、で、まずアルゼンチンの友達が、夜型だったの。なるほどね。だから勉強とかも夜にやっちゃうタイプだったの、はい、だからもう生活習慣が乱れて、はいはいはい、もう腸内環境最悪みたいな、もう結構便秘になっちゃうし、はい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 、感じであるとね、確かあれ3限目と4限目の間ぐらいの休み時間かな、はいはい、やけに詳しいねいやいやいや、すごい聞いたからすごい熱烈に聞いたから、なるほどね、でさ、もうすぐお昼時って時、だからとりあえず出しとこうと思って、トイレに行ったの、で和式なの、なんか知んないけどアルゼンチンに和式があるんだねまあまあそこは一回置いとくわ、和式だ、はいはいはい、和式わかる、わかるよわかるよ、かっぴらくじゃん、はい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 、だから、ためにためた、その便を、はいはいはい、お便をさ、全部ね、うわって踏ん張ったのね、踏ん張ったらしい、そしたらメリメリってなっちゃったの。わー、痛そう。でずっと溜め込んでたから硬いの、便が出ちゃったんね。でそれでおそらく切れちゃったの。はい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 。そうで、まあ何日か、もう直し方も分かんないわけ、でさ、親にも言えないじゃん。はいはい、まあどうなのかね。でもドキドキするね。それ大丈夫かなって思うね。でとりあえず様子を見てたらしい、はいはい、そしたらなんか、座ったら痛えと、はい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 、そのアルゼンチンのね、学校の椅子座ったら痛えと、字だってなった。はい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 、で1個上の先輩かな、にすごい俺字なんだよねみたいなことを結構もう自虐的に話していて、で結構仲良かったの、心配になったから、校門の写真を撮ってその先輩に送って、これって字かなこれは俺だけに言ってくれた。なるほど、友達の話。そうだから、俺以外の第三者が聞くの今日が初めて。なるほどね。だからその友達に伝えてほしいんだけどそういうデリケートな場所はお医者さんに見せな友達じゃないね、見せるのはその先輩でもね。学生だから、医者行くのもね、親を一枚かませなきゃいけないの、多分保険証とかがあるから。見せなくていいじゃん。お尻が痛いって相談してでお医者さんに見せればいいの。写真を撮って先輩に見せるものではないのよ、ね、でたまたまアルゼンチンなんだけど、ボラギノールがあったらしい。日本で有名な。そうそうそう、でこれが効くよって言われたらしくて、塗るタイプを塗ってたって。だから治った。だけど癖になっちゃってて、切れ字が。そうなるほどね。だから、今でもたまに最近切れるっていう話。そうで言ってた。なるほどね。はい、あくまでも友達の話です。そうね。でもそういう話だと僕の友達もいて、そういう人が。でなんていうんですか、その友達は結構その職業柄、要はなんていうんだろう、俺と一緒でドラム叩いてて、でドラマーってやっぱずっと椅子に座ってるから、やっぱお尻を酷使するわけですよ。で結構要はドラムの中で2大持病というか、ヘルニアと痔なの、やっぱ座ってるから。そうだね。そう、腰を痛める人とお尻を痛める人がいて、でその人がなんかすごいね、なんかリハの帰りにめちゃくちゃケツがその切れ字の痛さじゃなくてもっと鈍痛がしたらしくって、お尻の要は肛門の部分で、その車で帰ってる時にやばいって思ったらしくって、この痛さは切れたとかそういうのじゃないと、完全に中で膨らんでるで運転中ってこと？運転中に思ったらしくて、やばいね。そうでそのままやばい、これ病院行こうっつって言ったらしいんだけど、そのお医者さんがおじいちゃんだったらしいの。結構年を召していて、まあ女性の方にそうやってさ検査されるよりはやっぱりいいと、男性なんで、その友達が、でそのおじいちゃんがこうじゃあ横になってって言って、横になってでこう体操座りみたいな、横に寝ながら体操座りみたいなさ、でお尻を見せて、でそしたらもう先生がさビニールの手袋をファッファってつけて、じゃあちょっと見てくねって言って、やっぱ痔のなんか検査って、指を直接突っ込んで、要は直腸を指で触診するらしいのよ。すごいあれです。ストロングスタイルだね。そう、ストロングスタイルそうだったらしくって、うわおと思ってでこっちはさ、その要はお友達的にはもう何の字なんだっていうのを要は分かりたいわけです。ですごい真剣にそうおじいちゃんがうんとか言ってたらしくて
でポロって聞こえてきたらしいの。ボソッと一言言われたらしくて、ゆるいねって言われて何がと思ったらしいねまああくまでも友達の話ですよ、あくまでも友達の話、はい、いいネタ持ってる友達いるね。本当にいっぱい持ってますからね、はい、ということでこんな感じで、はい、皆さんが友達から聞いた話をね、ぜひ教えてください、もう一度言うけど、僕たちは紳士なんで決してそれはあんたの話だろっては言いません。もうだって友達の話ですからね。友達の話なので、安心して送ってください、はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りした曲は Just Like This 2023からウェンディでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。はい、やっていこう。今週もたくさん届いてます、はい、ということでじゃあ初見でいきましょう。これもはい、陽介からいきますか。どうぞ。ラジオネームネギさん。ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私家で遊ぶことが大好きです、ゲームしたりドラマ見たりとか、かなり楽です、はい、特に夏に入ったら外は暑すぎて全然家から出たくないです、しかし友達と一緒に遊びたい時もあります、はいはい、友達と遊ぶ時何をすればいいですか、はい、インドア派の私に教えてほしいです、ということで、はい、なんと上海からのメッセージ、ありがとうございます。まさかの上海からありがとうございます。でも上海だったらさディズニー鼻水だすげえインドア派なんだってだったらディズニー、いや上海のディズニー超やばかったよ。あ、そうなんだ。でもさめちゃくちゃさ広かったんでしょ。めっちゃちょっとインドア派には辛いんじゃない、広いところ。でも、その一個一個のエリアに、エリアの世界観がしっかり作り込まれてるから、今回はちょっとこのエリアとこのエリアを重点的にアトラクションとかもうそういうことができるぐらい広いんだ。結構広かった。だから多分、東京のランドとシーを足してちょっと減らしたぐらいじゃない。あ、だいぶ広いねそれ、でもめちゃくちゃいいね。で入るまでも結構いろいろあった、あ、へえ。日本だったらさ前浜にさ、イクスペアリーっつってさ、なんかこうちょっとしたさ、商業施設みたいなのあるじゃん。はいはいはい。ディズニーストアがあったりとか、あれのディズニー特化型のエリアみたいなのもある。へえ、すごいね。めちゃくちゃ広いね。めちゃくちゃ広い。じゃあいいんじゃないですか。すごくディズニー楽しいと思うけどね、でもまあ友達と行くんだったらあれがあるか、出たいって言うんだったらいいんじゃない。すごく友達の好みも聞いていかないとね。まあでも絶対合うと思う。あれだけ広かったらどっかハマるところがね、ある。カリブの海賊やばかったからね。へえ。もみけんがびっくりしてたもん。でもすごいテンション上がってたよね。めちゃくちゃ。カリブの海賊になんで陽介そんな行きたいだろうって最初思ってたらしいよ。あ、そうなんだ。日本のさカリブの海賊を想像してたらしい。はいはいはい。でも全然違うから。あ、また違うんだ。そう全然。あれをだから一発目に行ったの。あ、もうテンション上がりまくっちゃって。じゃあ最初にたのがピークだった。あ、ピーク。なるほどね。一発目じゃなかったやつね。メインディッシュだったんだ。そうメインディッシュを先に食べちゃったみたいな。はいはいはい。でもすごくいいんじゃないですかね。めちゃくちゃいいと思う。ディズニーいいと思いますよ。いいと思います。特に陽介上海の行ってるからね、ちゃんと。そう俺は言うことないっす。はい、続いていきましょう。はい。ラジオネームウェイク坊主さん。こんばんは、陽介くん、健太くん。スパイアのラジオがまさかの福岡デビューをお待ちしてました、はい、スパイアはいつも九州を越えてアジアに行くよね、悲しかったですが福岡でラジオめでたい。私はスパイアがドームのエンディングでネイキッドが流れてた頃のファンです。おー、すごい。毎年ジャストライクディスにも参加しています。今年も参戦します。ところで、はい、ごめんなさい、割愛しますね、中は。ファンを続けていたらいつの間にかアラフィフのおっさんにと痩せんとですたい土下したら痩せるとね、チート教えちゃらんね、これ歯がダメですか。すげえ読みにくいですねこれ文字にされると文字で見るとね、読みづらいよということなんですけども、
やっぱあれなの、年齢重ねると、その体言うこと聞かなくなってくるの。いやそんなことはないと思う正直。ただ代謝が下がるから、要は要は20代の時の代謝と30代の代謝って要は基礎代謝っていうものがそもそも下がっていくから、痩せにくくなるっていうのは事実あるの。そう若い頃は別になんか同じ量食ってても太んなかったのに、年を重ねると燃費が逆に良くなるってこと？そう、燃費が良くなる。だから食べなくても生きていける体になるって言ったら言い方はすごくいいんだけど、なんかさ、なんか聞き応えはいいんだけど死に向かってるみたいな、いやでも多分そうだと思うよ。だからピークはだって多分30ぐらいのメンズって体の一番ピークで28とかだったかな確か。あ、そうなんだ。一番こうなんていうのパワーが出るというか、でそこからは基本的に落ちてくから、でその落ちてく落ち幅をゆっくりにしていくのが筋トレなわけ。要は筋肉って貯金だから。あれはじゃあ基礎代謝を上げるためってこと？そうだ、維持するためだよね。その若い頃の基礎代謝を維持するために筋トレをしたりとか運動をしたりして、そのピークだった頃の下げ幅をやらないとズドンって下がるものをゆっくり下げていくっていう作業、筋トレは。で、そういうことね、しないってことは要は収入がない状態でお金をバンバン使ってる状態なわけよ、体としては。それはまあ太るよね。そんだけ食べたら。最近思うんだよねなんか、太っててもいいよね別に。まあ太っててもいいと思うし、なんかさ、すごい世の中の風潮がさ、太ってる人に対して冷たいじゃん。俺なんかその風潮結構嫌い、痩せてなきゃダメみたいな。そう、俺もねあんま好きじゃないんだよねその風潮は。だから、いいことだと思うけどね、むしろ。まあね、よくはない。ごめん、やっぱり病気になりやすいから。いやそうだからね、みんなね多分ね、特に韓流アイドルを見すぎ。まあそれはあるよね。やっぱりあの人たちってステージに立つ時はもうピークのピークで絞り上げてるから、本当に細いし、あれがね多分常日頃じゃないわけ。ではないと思う。そう見せれるところは多分ちゃんと絞ってると思う、だからね、そんなね痩せようっていうか健康でいようみんな。そう、健康がいいよだから健康でいよう。ジムとか近くにあればね行ってもいいと思うし、行ってもいいし、なんか汗流すってやっぱ楽しいじゃん。楽しい、気持ちいいじゃん、だから痩せるっていうか、汗を流そう。そう、汗を流す。痩せるってことを考えないでおこう。痩せるってことを考えちゃうといろいろさ、数字にとらわれちゃったりストレスになるじゃん。確かにあんだけしたのにこんだけしかってなっちゃうから、汗を出す。オッケー、そうしよう。汗を流す。1年やってみたら自然と結果がついてくるみたいな感じだと思う。俺もだって今月気がついたらさ、140キロ走ったもん。いやすごいなすごいね。でも全然あれだよ、ここまでは絶対やるとかはなく、まあでもね、それが一番気づいたら、だからそれでいいと思う。だから俺最近風邪ひいてないもん。そうだね、去年あんだけさ風邪ひいてたのにね、ボロボロだったのにさ、素晴らしい、いいんじゃないですか。じゃあ汗を流そう。汗を流そうです。はい、汗を流して頑張ってください。はい、お願いします。ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております。目玉焼きに何かけるみたいなものからいいね、遺産相続に悩んでみる弁護士に相談してくれってなんだものまで、いやそのぐらい幅広く僕たちできますので、気負わず送ってみてください。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。皆さんからのお悩みお待ちしています。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアでイマジネーションです。このイマジネーション配給アニメ10周年記念展の CM ソングになっているということで、ぜひ皆さんそちらも遊びに行ってみてください。お願いします。今日はこちらでエンディングですということで、いやー、友達の話盛り上がったね。いや、やっぱね、みんなの友達の話聞きたいですね。いろいろとね。ぜひぜひ送ってください。ぜひ送ってください。ということで、スパイアからのお知らせが割とあります。いっぱいありますね。僕言いましょうか。はい。11月からですね、7都市を回る全国ツアースパイアツアー青が開催決定でございます。福岡は11月17日日曜日ドラマロゴスです。そして10月から放送のテレビアニメや青の見風呂、こちらオープニングテーマで書き下ろしの楽曲青が決定しております。イエーイ。そしてこちらね、こちらですよ。これ陽介さん、じゃあいきますか。なんと
FM 福岡スパイアのバサラカ初のトークイベントが決定しました、飯塚市にある近畿大学福岡キャンパスで10月19日土曜日に行われる茅の森祭2024にお邪魔いたします。よろしくお願いします。詳しくは追ってお知らせしますのでお楽しみに。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。陽介健太のお悩み相談宛てのお悩みメールでも大丈夫ですし、番組を聞いてのリアクションメールやこの映画が面白かったですみたいなフリーメッセージ、どんなものでも大歓迎です、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームからスパイア、番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますのでぜひお聞きください。お願いします。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。